7月28日、11時55分。おかりん、まゆしが栄養失調で倒れたってマジ？あ、ダルくん、てってるー。遅いぞダル。電話で呼び出してから何分経ったと思ってる？まゆしピンピンしてんじゃん。おかりんてめえ、嘘つきやがったな。まゆりが栄養失調になるわけがない。冷静に考えればわかることだ。まゆしーはね、毎日の栄養補給はバッチリだよ。実にすくすくと発育してらっしゃいますな。良きかな良きかな。それはそれとしておかりんのこと絶対に許さない。絶対にだ。せっかくメイクインでフェイリスタンとニャンニャントークを楽しんでたのに、注文したホットケーキが来る前に金払って出てきたんだぞ。ふざけんな。ダル、お前を呼び出したのは他でもない。ニュースは見ているな。話聞けよ。見てるわけないっしょ、上皇。ニュースよりフェイリスタンのホットケーキの方が大事だし。秋葉の駅前に人工衛星が墜落した。またまたご冗談を。どうせいつものオカリンの中二病症。俺はいつも真実しか言わない。ダルくん、今日についてはね、本当だよ。15分くらい前からテレビでやってるもん。マジで？マジなのです。飯食ってる場合じゃねえ。いや、食ってないだろ。なんかね、駅前はすごく大変なことになってるみたい。ついさっき避難勧告が出て駅周辺が封鎖された。わかるかダル、事態は刻一刻と悪化している。封鎖ってありえないよ。せっかく午後から新作フィギュア物色してこようと思ったのに。まさかエロフィギュアか。他に何があると？真面目に聞け。いや、そりゃまあびっくりしたけど、それよりもさ、嘘をついてまで僕を呼び出したのはなんで？ダル、お前はこの俺フォーロイン共和の右腕でありスーパーハッカーだ。ハカーって呼ぶなっつーの。そんなお前に本作戦におけるバックアップを頼みたい。オカリンさ、説明する気なさすぎだろう。俺とマユリはこれからグラウンドゼロへ向かうつもりだ。グラウンドゼロ？それってどこかな？駅前に行くんじゃなかったの？人工衛星墜落地点はグラウンドゼロだと相場が決まっているだろ。グラウンドゼロって言いたいだけちゃうんかと。つうか、封鎖されてんなら入れないんじゃね？それでも俺は行かなければならない。それがシュタインズゲートの選択だからだ。オカリンこそ真面目に話すべきだろ、上皇。で、マユシもこのギャグに無理やり付き合わされてるわけ？ああ、一緒に行くって言ったのはね、マユシーの方だよ。マユシ、無茶しやがって。それでダル、8号機の調整はどうなっている？僕を急に呼び出した理由を先に説明しろって言ってんだろう。バックアップとはつまり8号機のことなんだよ。未来ガジェット8号機、すなわち電話レンジカッコ仮はなぜかあるはずのない冷凍機能を持ち合わせていた。時期を同じくして人工衛星が秋葉原駅前に墜落した。この2つの不可思議な事象には隠された共通の意味がねえよ。お前、一昨日ぐらいに8号機の謎の機能について調べると言っていたじゃないか。猫耳メイドにハーハーしている場合か。ハーハーして癒された後で実験してみるつもりだったっつーの。ねえねえ、2人とも水味おでんか食べる？ 1 個しかないからみんなで分けようよ。いいかダル、俺が戻ってくるまでに謎の冷凍機能について解明するんだ。そんなのすぐにわかるわけないじゃん。俺の予想では電話レンジカッコ仮は外部から巨大な力による干渉を受けている可能性がある。しつこいなぁ。根拠プリーズ。マッドサイエンティストとしての勘だ。
もうオカリンの中二病に振り回されるのはこりごりだお。とにかく、事態は一刻の猶予もないんだ。まあ、言われんでも今日中に調べるつもりだったわけだが。助かる。ナダル。俺は、グラウンドゼロへ向かうにあたって、やり残したことがないように、したかったんだ。はいはい。つうかさ、こんなヤバい状況なのにマジで行くん？封鎖とかシャレになってないっしょ。お、タブーのトップニュースになってるお。なんて書いてある？マジで封鎖してる。これじゃあ駅周辺はもう立ち入り禁止状態だと思われ、付近の店の従業員なんかも避難させられてるっぽいし。秋葉原駅前が無人になってるってことか。なあオカリン、カッシーニって覚えてる？お菓子の食いしん坊は黙れ。カッシーニといえば土星探査機だろ。まさかダル、墜落した人工衛星がカッシーニだと言いたいのか？いや、あれはもう何年も前に土星軌道上に到達してるっしょ。打ち上げられたのだって1997年だし。名前？二人とも物知りだね。高校の頃、オカリンから教えてもらったんだお。それでカッシーニがどうしたんだ？うん。当時さ、カッシーニが地球スイングバイするのがヤバいって言われてたじゃん。地球に向かってバイバイするのかな？違う！詳細はググれ。確かに地球スイングバイの時にカッシーニが地表に墜落する可能性について議論はあった。地上およそ1200キロを超高速で通過するから、ちょっとでも軌道計算が狂えば何が起こるかわからなかった。でもってカッシーニの動力はプルトニウムだった。墜落すれば文字通り核爆弾になるんじゃないかって言われてたっしょ。だがそれを主張していたのは主にノストラダムスの大予言を信じていたような連中だよ。論理的な根拠はない。ナンセンスだ。前から不思議だったけどさ、オカリンってノストラダムス信じてなかったん？あれが流行ったのって10年以上前でしょ？その時はまだ小学生だから、きっとノストラダムスのこと知らなかったって思うな。どう？オカリン。まあユーリ、余計なことを言うな。でもさ、カッシーニの時に騒がれてたことが今回起きた可能性はあるんじゃね？だとしたら駅前には近づかない方がいいって。くだらんな。いいか、この時期に地球スイングバイを予定していた探査機など一つも存在しなかった。そのことはすでに明らかになっている。ソースは？アットチャンネルで見た。これはひどい。さっきダルくんが帰ってくるまでね、オカリンはずっとアットチャンネルを見てたので。情報収集といえ、現代戦においては情報を制した者が勝利を手にするんだ。オカリン誰と戦ってるの？つうかさ、地球スイングバイの予定がなかったとしても実物があるんだから、人工衛星落ちてきたのは間違いないわけじゃんか。どっかの国の気象衛星か軍事衛星か知らんけど、それがプルトニウムを積んでないとは限らんわけで。どのみち駅前で核爆発が起きたらここも終わりだろう。だからさ、逃げた方がいいんじゃね？なんか僕は今猛烈に逃げたくなってきた。おそうだな。っていやいやこの俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンテスト法院教母だぞ。この程度でうろたえると思ったか。だる、ここで逃げればお前はあのフェイリスを見捨てていくということになるわけだが、それでもいいのか？いや、フェイリスタンなら大丈夫。さっき僕が店で話してた時、誰かから電話かかってきてそそくさと出て行ったから、多分避難したと思われ。そうなの？フェリスちゃんの私生活ってね、謎なのです。マユシもほとんど知らないんだ。とにかく俺はこの事態を
恐れてなどいない。オカリン、汗びっしょりな件について。これは興奮と狂気の汗だ。まあ、やばい雰囲気を感じたら、すぐに引き返してくればいいさ。え、今なんて？マイリー、そろそろ行くぞ。準備はできているか？よし、これより出撃する。俺に続け。警察に捕まらんように気をつけなよ。その時はこのラボのことを頼んだぞ、ダル。はあ？オカリン待って。ダルくん、マユシーのおでん缶勝手に食べないでね。心配するところがそことは、さすが食いしん坊女子高生。だがそれがいい。じゃあ、行ってきまーす。てってるー。まったく、二人とも後先考えなさすぎだろう。つっか、オカリンの死亡フラグビンビンのセリフ連発は、絶対わざとだな。間違いない。はあ、オカリン、死ぬなよ。とか言ってみるテスト。ぷぷぷ。いくらなんでも人工衛星爆発はないわ。爆発するのはリア充だけで十分通過。誰がうまいこと言えって言った？さーて、電話レンジの改良を始める前に、パンツじゃないから恥ずかしくないアニメを見るお。やっぱ嫁にするなら絶対しましまパンツだろう。しまパンはセーフ。おっと、パンツじゃないんだったのだぜ。